県道を軽快に走る一台の車。なんと、その車の下には一人の女子高生が。しかし、車は止まらない。女子高生の身体は、アスファルトとの間で9キロ以上もの距離を引きずられ、道の上には、血の筋と肉片が点々と散乱していきました。異常な光景に目撃者は戦慄し、警察に通報。やがて、止まった車の下から見つかったのは、変わり果てた被害者の姿でした。あまりにも凄惨すぎる事故。なぜ、このような悲劇が起きてしまったのか。では、ひたちなか市、女子高生引きずり事故の真相をご覧ください。真実から目を背けるな。時は、2024年2月9日。その日、現場を通りかかったのは、水戸市に住む16歳の女子高生。友人も多く、周囲からは明るく優しい性格だと言われていました。家族との関係も良好で、進学や将来の夢についても語っていたそうです。この日、彼女は友人と共に街へ出かけていました。楽しい時間を過ごし、それぞれの帰路に着きます。しかし彼女の帰宅途中、誰も想像もしない恐ろしい事故が起きてしまったのです。午後6時過ぎ、場所は、茨城県水戸市坂戸町、国道6号と国道50号線が交わる交差点。この交差点は交通量が多く、特に夕方から夜間にかけては混雑することで知られています。この時、道路の端には女子高生がいました。そして、一台の車が接近していました。運転していたのは、72歳の男性。彼はそのまま女子高生に気づかず、もしくは気づく間もなく、引いてしまったのです。なぜ、彼女が道路上にいたのかは、未だはっきりとわかっていません。何らかの理由で転倒したのか、それとも他の車両との接触があったのか。午後6時10分頃、被害者の身体は車の下に巻き込まれました。普通ならここで車を止め、すぐに救助するはずです。しかし、車は止まりません。そのままの速度で走行を続けたのです。被害者の身体は、車とアスファルトとの間で擦り続け、皮膚は削ぎ落とされ、次第に肉が剥き出しになっていきました。髪の毛や衣服も路面に引き裂かれ、点々と残されていきます。被害者の血は道を染め、引きずられた痕跡が続いていました。この時、加害者は本当に気づいていなかったのか、それとも、パニックに陥り、止まれなかったのでしょうか。男性は止まる素振りはなく、女子高生をひたすら削りながら走り続けるのでした。午後6時20分頃、9キロ以上もの距離を走行した後、ようやく車は停車。運転手が女子高生に気づき駐車した現場は、茨城県ひたちなか市津田のコインランドリーの駐車場。警察の通報を受け、現場に到着した警官たちは目を疑いました。地面には、血の筋とともに、削れた皮膚や肉片が広がっており、車の下には、もはや原型をとどめないほど損壊した被害者の遺体。顔は潰れ、手足は摩擦で骨が露出し、部分的に欠損していました。まるで、人間の形を失っていたのです。これが9キロ以上も引きずられた末の姿でした。被害者の遺族は、突然の悲劇に言葉を失います。大切な娘が、こんな無残な形で命を落とすなんて。通夜や葬儀には、多くの友人が駆けつけ、涙を流しました。なんで、こんなことに。誰もがそう思ったことでしょう。一方で、加害者は、よう感じたが、そのまま走行を続けた。と供述しました。いや、気付けよ。しかし、9キロ以上もの距離を走行し続け、何も感じなかったとは考えにくい。加害者の供述には疑問が残りました。果たして、本当に気づかなかったのか、それとも、気づいたが止まる勇気がなかったのか、謎は深まるばかりでした。事故後、加害者の72歳男性は過失運転致死の疑いで逮捕されました。警察の調べに対し、彼は、よう感じて、駐車場に車を止めて確認したところ、人が車の下に挟まっていた。と説明しています。しかし、この供述は多くの人々の怒りを買いました。イオンを感じたのになぜすぐに止まらなかったのか。それで9キロ以上も引きずったのか。もし彼が最初の衝撃の時点で車を止めていれば、被害者はまだ助かっていた可能性があります。だが、それすらしなかった。裁判では、加害者の責任の重さが争点となりました。弁護側は、過失による事故であり、悪意はなかった。と主張。一方で、検察側は、重大な過失とその後の対応の悪質さを指摘しました。過去の判例を振り返ると、類似の事件では、危険運転致死罪や
過失運転致死罪が適用されることが多く、特に引きずり事故のケースでは、次のような量刑が下された例があります。2008年の東京都の引きずり死亡事故では、懲役18年。2012年に発生した神奈川県の引きずり死亡事故のケースでは、懲役15年。2017年の大阪府の引きずり死亡事故では、懲役12年。今回の事故は、9キロも引きずり続けた、という異常性があり、より重い刑罰が課される可能性が高い。仮に、危険運転致死罪で起訴された場合、法定刑は最長20年となる。しかし、過失運転致死罪では、7年以下の懲役、または禁錮にとどまる可能性がある。問題は加害者が、人をひいたと認識していたか、という点。過去の判例でも、人とは思わなかった、という供述が争点になったケースがあり、加害者が、故意ではない、と主張することで、刑が軽くなる可能性がある。一方で、遺族や世間の怒りを考えると、検察側も厳しい求刑をすることが予想されます。加害者がどこまで責任を認めるのか、裁判での供述や、ドライブレコーダーの映像、目撃証言が、判決を左右する重要な要素となるでしょう。実は、この事故と類似した、さらに衝撃的な引きずり事故がありました。2012年、神奈川県茅ヶ崎市の国道で、42歳の男性が跳ねられ、その後、約25キロにわたり引きずられた事件が発生しました。事故を起こしたのは、51歳の大型トラック運転手。彼は事故後、一度現場を離れましたが、衝撃を感じた。人を跳ねたかもしれない。と自ら110番通報。しかし、その後の捜査で、跳ねられた被害者の遺体は、別のトラックに巻き込まれ、25キロ先の横須賀市まで引きずられていたことが判明。最終的に遺体が発見されたのは、工場の駐車場でした。遺体は損傷が激しく、身元確認には時間を要したといいます。引きずり事故は、想像を絶するほど被害者に凄惨な結果をもたらしてしまうのです。今回の女子高生を引きずり殺した事故の加害者は72歳の高齢者でした。現在、日本では65歳以上を高齢者、75歳以上を後期高齢者と定義しています。しかし、一方で、今の65歳は昔の65歳とは違う。高齢者の定義を再考すべきではないか、という議論もあります。多くの人が70歳を超えても、現役で働いているのが現状であり、高齢者の活動範囲は広がっています。しかし、その一方で高齢者による交通事故が急増しているのも事実です。警察庁の統計によると、75歳以上の高齢ドライバーが起こした死亡事故の割合は、全体の事故率よりも高いことが報告されています。実際に、直近でも高齢者による重大事故が相次いでおり、2024年6月、千葉県内で、80代の男性が運転する車が歩道に突っ込み、通行人2人を死亡させる事故が発生。事故後、男性は、ブレーキとアクセルを踏み間違えた。と供述。2024年5月、大阪市で76歳の女性が運転する車が信号無視をして交差点に突っ込み、自転車に乗っていた母親と幼い子供が死亡。女性は、気づいた時には止まれなかった。と供述。2024年4月、都内で73歳の男性がバック駐車をしようとした際、誤ってアクセルを踏み込み、スーパーの入り口に突っ込む事故が発生。店内にいた買い物客1名が死亡し、数名が負傷。高齢ドライバーは、運転歴が長い、ベテランである、と思い込んでいるケースも多く、自身の運転能力の衰えを過信してしまうことが、事故の要因になっているとも指摘されています。また、車がないと生活できない、という地域も多く、特に地方では、高齢者が車に頼らざるを得ない環境も問題になっています。今回取り上げた引きずり事故は、ドライバーにとって決して他人事ではありません。何かを引いたかもしれない。その時、適切な対応ができるのか。もし、車をすぐに止めていたら、結果は違っていたかもしれません。そして、道路にいた被害者も、なぜそこにいたのか。そして、高齢者ドライバーの問題も、避けては通れません。高齢者が運転を続けるためには、定期的な運転技能チェックや認知機能のテストがより厳しく求められるべきではないでしょうか。また、自動ブレーキの義務化など、対策を進める必要があります。二度と同じ悲劇が繰り返されないうちに。以上、ひたちなか市女子高生引きずり事故でした。